父さん、母さん、すまないがミリを預かってくれないか？俺の転勤が決まって引っ越すことになったんだ。え？大事な話がある、と父に連れられて祖父の家まで来たが、その内容に私は驚いてしまった。それはどういうことだ？ミリだけ置いていくということか？ああ、マリのことを考えると、ミリとは別に暮らした方が精神的に落ち着くと思ってね。祖父と祖母は顔を見合わせて重いため息をついた。マリは私の2つ年上の姉だ。私が車椅子のせいで姉は学校でからかわれていたようだ。ただ、からかいの原因はそれだけではなかったのだ。わかった。それで、ミリの養育費はいくら仕送りしてくるつもりだ？それは父さんたちにお願いしたいんだ。うちはマリを育てるだけで精一杯なんだよ。父は口ごもるように下を向いた。祖父に察してくれ、とでも言いたそうな雰囲気だ。ミリを捨てるということか？親としての責任を放棄するってことなんだな。そう思われても仕方がない。家族に厄介者と思われているのは嫌というほど分かっていた。それでも、ミリ、お前はどうしたい？お父さんたちについていきたいんじゃないか？私は無言のまま頭を小さく横に振った。祖母が私の隣に来て肩を優しく撫でてくれる。わかった。ミリのことは養子縁組をしてうちの子として育てる。それでいいな。父はほっとしたようにうなずき、私によかったなと言った。それから3ヶ月後、私は祖父母の家に預けられ、両親と姉は地方の転勤先へと引っ越していった。私を置いていくとき、3人はとても嬉しそうに車の窓から手を振った。大丈夫か？家族の車が見えなくなると、祖父が私の肩に手を置いて聞いてきた。妖怪はいらないんだって。震える声で私が告げると、肩に置かれた祖父の手に力がこもった。ミリは何にも悪くない。お前はいい子だよ。なーに、今に見てるといい。お前はきっと立派な大人になる。いずれ後悔するあいつらの顔が楽しみじゃ。祖父はふふっと笑うと、私の車椅子を押して家に入った。この時の祖父の言葉の意味を私が知ったのは、それから数年後のことだった。私は上野美里23歳。15歳の頃から父方の祖父母と暮らしている。別に両親が離婚したわけでも死別したわけでもない。両親は健在で、姉と3人で父の転勤先で暮らしている。離れて暮らしている理由は、私が家族に捨てられたからだ。捨てられた原因はいくつかあるが、主な理由は私の足だろう。私は幼い頃にあった事故で足が不自由なため、ずっと車椅子生活を送っている。トイレもお風呂も、ちょっとした段差や床に落としたものを取ることですら、家族の手を煩わせていた。ただ、私が抱える問題はそれだけではなかったのだ。今日学校で、お前の妹って病気って言われた。そんで、お前も見えないところに病気隠してるんだろって。ひどいわ。マリは関係ないのに。マリは私の2つ年上の姉だ。姉は私のことでよく学校でからかわれているようだった。私には生まれた時から左の方から首にかけて赤いあざがあるのだ。特に首のあざは大きく目立っていた。低学年のうちは母が学校に連れて行ってくれていたが、途中からは姉が車椅子を押して一緒に登校するようになった。なんで私がミリのお世話をしなきゃいけないの？毎日男の子たちに離れて登校しろって意地悪言われてるのよ。
もう嫌。周囲からの心ない言葉の暴力は、人目を気にする性格の母と姉には相当きつかったのだと思う。姉が泣いて帰るたびに、お前のせいで、と私が母に叱られた。ごめんなさい。私はいつも家の中では謝っていたような気がする。けれど姉とは反対に、私は学校で嫌な思いをすることがなかった。担任の先生に恵まれたこともあり、クラスのみんなが協力して私の手伝いをしてくれたのだ。それは中学に上がっても続き、新しく知り合う同級生にも、同じ小学校卒のみんなが私の障害やあざについても説明してくれた。小学校で仲良くなった友人たちは今でも私の宝物だ。15歳で家族に見捨てられるまで、病院と学校、そして祖父母の家以外、私はほぼ家の中で過ごした。それは私を外に出すことを母が嫌がったからだ。車椅子であることよりも、顔のあざに原因があったと私は思っている。時々、本当に気味が悪いわね、と母がため息混じりに漏らすことがあったからだ。母は生後すぐの私にあざの治療を受けさせる決断ができず、2歳になった頃から始めたそうだ。ミリには悪いと思ってるわ。もっと早くに治療を始めていれば、今よりもマシだったかもしれないのに。ところが、その後すぐに事故に遭ったことで、赤あざの治療はストップし、母はそのまま治療をやめてしまったのだ。顔から首に広がる赤いあざは、どうしても周りの人の目を集めてしまう。それって病気？やけどさせたの？映ったりしないわよね。など、人に聞かれるたびに、母は自分が責められているように感じたそうだ。通院の回数が増えることも、母にとっては苦痛だったのだろう。でもまあ、事故に遭ってそれどころじゃなくなったんだから、今となっては早く治療を始めていたところでどうだったかわからないだろう。事故は通院途中、母が一緒に連れていた姉に気を取られている間に起きた。私が一人で道路に飛び出してしまったのだ。父は仕事が忙しく、家のことも私たちのことも、当然通院も母に任せっきりだった。だからこそ、私の扱いに対して、父が母に反対することはなかったのだ。母さんとマリに感謝しろよ。お前のせいで家族みんなが苦労してるんだから。母は就学するまで私を家から出すことはなかった。大きくなっても病院への通院はストールで目から下を隠すように巻かれた。そう、私は母にとって外に出せない恥ずかしい子だったのだ。申し訳なくて、私はいつも母の顔色を伺っていた。そんな母も私を家にずっと閉じ込めていることを罪悪感に感じていたのか、子供用のビデオやゲーム、おもちゃを大量に買い与えてくれた。もちろん姉と一緒に遊んでもいたが、ほとんどは私に一人遊びをさせておくためのものだったと思う。大きくなるにつれ、私はおもちゃやビデオよりもゲームに没頭するようになった。ゲームだけは姉のいない昼間でも飽きずに楽しむことができたからだ。ミリー、一緒にゲームやろうよ。うん、やる。私たちは小さい頃は仲が良かったと思う。けれど、小学校に上がる頃には、ゲームの腕前には差が出てしまい、姉が惨敗することが増えた。ゲームに負けると、姉はいつも腹いせに嫌味を言うようになった。ミリは家でずっとやってるから強くて当たり前よね。ミリみたいなのってゲームオタクって言うらしいよ。それしかできないみたいで気持ち悪い。そんなことないよ。他にもできることあるよ。何ができるか言ってごらんよ。トイレも一人じゃいけないくせに。それを言われると、私は言い返すことができずに黙り込んだ。言い返そうとすると、
感情がこみ上げて泣いてしまいそうになるのだ。私は負けず嫌いな性格で、姉の前で泣くことすら悔しくてできなかったのだ。でも、この性格であったからこそ、今の私があるのだ。外に出せない恥ずかしいこの私は、当然ながら家族4人で出かけた思い出がない。食事に出かける程度なら一人で留守番をし、旅行のように長い時間家を空けるときは、近くに住む祖父母の家に預けられていた。お母さん、ミリをよろしくお願いします。ミリ、お土産買ってくるから、いい子で待っててね。私はうなずいて車に乗り込む両親と姉に手を振る。物心つく前からのことだったので、置いていかれることに傷つくことはなかった。さーて、ミリ、今夜は何が食べたい？お母さんたちも楽しんでくるんだから、私たちも何か美味しいもの食べに行こう。本当？じゃあ私、回るお寿司が食べたい。祖父母は私と姉をいつも平等に可愛がってくれていた。家族が長時間出かけるときは、私にも同じように楽しいことを考えてくれたのだ。その中には、家では絶対に許されない外出も含まれていた。いろんな経験をさせてくれた祖父母には感謝しかない。小学6年生になると、私はやりたいことを見つけた。母がタブレットを買ってくれたので、最初はゲームの攻略法を検索していたのだが、たまたま開いたサイトの管理人がゲームを自作していることを書いていたのだ。ゲームって自分で作れるの？それは本当に衝撃的で、私は心が躍ったのを覚えている。おじいちゃん、ゲームって自分で作れるんだって。私も作ってみたい。ほう、ミリはゲームを作ってみたいのか。じゃあ、おじいちゃんもどうやって作るのか、ちょっと調べておくよ。祖父と一緒に作り方を調べ、最初は無料のゲーム制作アプリで簡単な迷路ゲームを作ってみた。すごいなあ。本当にちゃんと動いている。ミリ、お前本当にすごいぞ。祖父が褒めてくれるのが嬉しくて、私はその後もシューティングゲームやクイズゲームを作った。祖父に試してもらいたくて、毎週末、祖父母の家に泊まりに行くようになったのだが、それには両親も喜んで賛成してくれた。今思えば、週末に私の世話をしなくて楽だったからだろう。おじいちゃん、私、プログラミングっていうのを勉強してみたい。もっと本格的なゲーム作りができるんだって。すごいゲーム作って、おじいちゃんとおばあちゃんを驚かせたいよ。よーし。じゃあ、今度の誕生日プレゼントはパソコンだな。家でできるプログラミングスクールも探しておくよ。祖父母はいつも優しかったが、それは姉に対しても同じだった。その頃の姉は、誕生日に洋服や靴、メイクセットなどをねだっていた。姉は性格も趣味も母に似ていたのだと思う。母も時々、バッグや服や化粧品を大量に買ってきて、鏡の前でファッションショーをやっていたから。その年の誕生日、祖父は本当にパソコンを買ってくれて、翌月にはオンラインで学べるプログラミングのスクール費用を出してくれた。スクール代はプレゼントじゃなくてお前への投資だ。投資？投資って何？そうだな。おじいちゃんがいいなって思うものがもっと大きく成長するように応援することかな。だからしっかり勉強してもっともっとおじいちゃんを喜ばせてくれよ。そっか。じゃあ、頑張っておじいちゃんをびっくりさせないとだね。私の言葉に祖父が隣で、ミリはうちの有望株だね、と言ってケタケタと笑った。こうして私は本格的にプログラミングの勉強を始めたのだった。中学3年生になったある日、父から
大事な話があると言われて、祖父母の家に連れて行かれた。父さん、母さん、すまないがミリを預かってくれないか？俺の転勤が決まって引っ越すことになったんだ。え？祖父母の家について父の口から語られた大事な話とは驚くべきものだった。それはどういうことだ？ミリだけ置いていくということか？ああ、マリのことを考えると、ミリとは別に暮らした方が精神的に落ち着くと思ってね。祖父と祖母は顔を見合わせて重いため息をついた。姉が私のせいで学校では嫌な思いをしていたことを祖父母も聞いて知っていたのだ。高校生になった姉は私に対して必要最低限の手伝いはしてくれるが、いつも無表情で喋ってもくれなかった。わかった。それで、ミリにかかる養育費はいくら仕送りしてくるつもりだ？それは父さんたちにお願いしたいんだ。うちはマリを育てるだけで精一杯なんだよ。父は口ごもるように下を向いた。祖父に察してくれとでも言いたそうな雰囲気だ。ミリを捨てるということか？親としての責任を放棄するってことなんだな。祖父の厳しい声が静かな室内に響き渡る。捨てるという言葉に私の心が反応して、下の方から何か熱いものがこみ上げてくるのが分かった。そう思われても仕方がない。でも、マリへの養育費の援助はこれまで通りお願いしたいんだ。家族に厄介者と思われているのは嫌というほど感じていた。それでも、気づくと涙が溢れていて、膝に乗せていた手の甲にボタボタと落ちてきた。ミリ、お前はどうしたい？お父さんたちについていきたいんじゃないか？私は無言のまま頭を小さく横に振った。祖母が私のそばに来て肩を優しく撫でてくれる。わかった。ミリのことは養子縁組をしてうちの子として育てる。それでいいな。父はほっとしたようにうなずき、私に良かったなと言った。何が良かったのか、私にはもうわからなくなっていた。家に戻ると、母と姉が不安そうな顔で迎えに出てきた。どうだった？ああ、ミリを養子として育ててくれるってさ。それって養育費も全部出してくれるってこと？そういうこと。ミリ、本当に良かったな。ここよりおじいちゃん家の方がいい暮らしをさせてもらえるぞ。家族が明るい声を上げている中、私だけが沈んだ顔をしていた。さっきは言えなかったが、どんな家庭環境であれ、私だって本当は家族と一緒に暮らしたかった。今言わなきゃきっと後悔する。私は勇気を振り絞って泣きながら父に訴えた。お父さん、やっぱりやだ。私も一緒に行きたい。お手伝いでも何でもするから、私も一緒に連れて行って。けれど、私の願いが叶うことはなかった。即答したのは母で、その声には怒気が含まれていた。ダメ。そんなのダメに決まってるじゃない。あんたに何ができるの？一緒に来たらお手伝いしなきゃいけないのはこっちなのよ。まだわかんないの？あんたがいない生活を送れることが家族にとって最大の幸せなの。だいたいあんたがついてきたら。母と姉はこれでもかとばかりに私とは一緒に暮らせない理由を並べ立てた。迷惑をかけているのは事実なので、私は言い返すことなどできない。結局、私に言えたのは、おじいちゃん家に行くということだけだった。わかってくれてよかったわ。これで、引っ越し先で変な目で見られることもなくなるし、マリには本当に苦労をかけたわね。やっとうちも普通の家族になれるんだね。おいおい、そんな言い方したらさすがにミリがかわいそうだろう。三人の楽しそうな笑い声に、私の心はすでに折れていた。
そんなに私のこと嫌いだったの？すると、母は少しだけ私を憐れむような目で見てきた。ごめんね。でも、あなたを見てるのにもう耐えられないの。醜く産んでしまった罪悪感と嫌悪感でおかしくなりそうなのよ。そういうことだ。うちの子は五体満足のマリだけでいい。母さんを苦しめる妖怪はもういらないんだよ。父が母の肩を抱く。やはり私が悪いのだろうか。私のことで母が辛そうな顔をするのが小さな頃から辛かった。私と離れることで母が解放されるならその方がいいのかもしれない。じゃあ、引っ越しが決まったお祝いに今日は外に食べに行こうよ。私が人生に絶望を感じた日、その日もいつもと同じように三人は私を置いて出かけていき、引っ越すまでの間もこれまでと何も変わらない接し方だった。違っていたのは、部屋のものが少しずつ片付けられていくことと、私以外の家族で引っ越し先の話を楽しそうにしていることだけだった。3ヶ月後、両親と姉は私を祖父母の家に置いて、地方の転勤先へと引っ越していった。元気でな。私を置いていくとき、三人はとても嬉しそうに車の窓から手を振った。大丈夫か？家族の車が見えなくなると、祖父が私の肩に手を置いて聞いてきた。妖怪はいらないんだって。震える声で私が告げると、肩に置かれた祖父の手に力がこもった。ミリは何にも悪くない。お前はいい子だよ。なあに、今に見てるといい。お前はきっと立派な大人になる。いずれ後悔するあいつらの顔が楽しみじゃ。え？祖父はふふっと笑うと、私の車椅子を押して家に入った。この時の祖父の言葉の意味を私が知ったのは、それから数年後のことだった。祖父母と暮らし始めて8年が経ち、私は23歳になった。大学で知り合った仲間とアプリ開発の会社を作り、大好きなプログラミングの仕事をしている。理系の大学に進んだ私は、プログラミングに精通した天才2人と知り合った。面白半分で共同制作したゲームアプリがたまたまヒットしてしまい、私たちはアプリ開発にのめり込んでいったのだ。学生のうちに月収が50万を超えるようになったことが自信につながり、就活が始まる頃には共同で会社を設立することを決めていた。現在ではアプリの受託開発が事業のメインで、私は変わらず好きなゲームアプリの開発に力を入れている。姉は専門学校を卒業し、美容師として働いているようだ。ファッションや美容に興味があった姉らしい選択だなと思う。祖父母の家で暮らすようになった私は、あの日の絶望が嘘のように幸せな毎日を送っている。祖父が引っ越してくる私のために、家をバリアフリーにリフォームしておいてくれたのだ。両親と暮らしていたマンションでは普通だと思っていた廊下の狭さや家具の高さは、引っ越してすぐにそれがいかに不便なものだったのかを思い知らされた。おじいちゃん、おばあちゃん、私ね、できるだけ何でも自分でできるようになりたい。いつか一人暮らしをしてみたいんだ。そうか。じゃあ、おじいちゃんたちはミリを応援しなくちゃな。それから祖父母と3人で何度も手すりの位置や物の配置、高さを試し、時間をかけて家中を私仕様にカスタマイズしていった。私にとって一番嬉しかったのは、トイレとシャワーでの入浴を自力でできるようになったことだろう。時間はかかるが、いつか誰の手も借りずに一人で暮らしたいという夢に一歩近づけてくれた祖父母に心から感謝した。祖父は退職するまで
子供の私でも名前を知っている大企業に勤めていた。部長の肩書きを持っていたこともあるそうだ。おじいちゃんってすごい人だったんだね。なーに、遠い昔の話さ。まあ、あそこに勤めていたおかげで、ミリのために家をリフォームすることもできたんだけどな。祖父は定年後そのまま再雇用で働いており、私と暮らし始めた1年後に退職した。父が、おじいちゃんちはお金持ちなんだぞとよく言っていたが、祖父には父も知らない秘密があった。その秘密を知ったのは、私が20歳の誕生日を迎えた時だった。ミリ、成人おめでとう。おじいちゃんからお前にプレゼントがあるんだ。何？てっきり時計や財布をくれるものだと思っていたのだが、それは私の想像をはるかに超えるものだった。祖父が私にくれたもの、それは、家だ。駅前にあるタワーマンション。あれをお前にやる。はい？私は知らなかったのだが、祖父は住んでいる家の他にマンションを2つ所有していた。祖父は不動産に投資をしていたのだ。本当はこの家を譲ろうと思ってたんだが、お前の仕事のことを考えると、今なら利便性のいいタワマンの方が都合がいいんじゃないかと思ってね。でも、いつか一人暮らしをしてみたいって言ってただろう。それに俺たちも70を超えたからな。そろそろ介護付きのマンションにでも引っ越そうかって話をしてるんだ。祖父は持っている不動産をすべて手放して、売ったお金を老後の入居資金に充てようと考えているらしい。あいつがお前を捨てた時に、もう何も残さないと決めたんだ。ミリの将来のことを考えて、あいつに財産を残しておこうと思ってたんだが。祖父は一瞬苦々しい表情を浮かべた。あいつらに財産を残しても、絶対にお前のためには使ってやらんだろうからな。それは確かにそうだろうと思った。一緒に暮らしていた時ですら、障害を負った私のために、両親がバリアフリーの家に引っ越そうと言ったことなどなかったのだから。私を外に出す気がなかった両親にとっては、閉じ込めておく部屋さえあればそれでよかったのだろう。今となってはそう思う。タワマンへは私の卒業を待ってから祖父母と一緒に引っ越しをした。祖父は持っていた家ともう一つのマンションを売りに出し、対の住処を探すまでの間、私と一緒に暮らすことにしたのだ。バリアフリーにしていた家は、そういう物件を探していた人がいたようで、早くに買い手が見つかった。マンションの方は築年数は経っているものの、こちらも利便性の良い人気のエリアに建っていたため、それなりの金額で半年も経たずに売れた。祖父の不動産を見る目は確かなようだ。タワマンでの幸せな生活を送っていたある日、両親と姉が家を訪ねてきた。今朝、実家に戻ってきていると急に電話があり、祖母から住所を聞いてやってきたらしい。ドアを開けた瞬間、父が大きな声を張り上げた。母さん、どうなってるんだよ。実家に別の人が住んでたんだけど。祖母と一緒に玄関先に出迎えに出ていた私を見て、父の動きが止まった。ミリーか？ええ、捨てた娘の顔なんて8年もあれば覚えていないわよね。いや、綺麗になったな。父の後ろから顔を覗かせた母と姉も驚いた顔をした。ミリー？顔のあざも首のあざもなくなってるじゃない。ええ、おじいちゃんとおばあちゃんがちゃんと治療に連れて行ってくれたのよ。おかげでずいぶん薄くなってきたわ。うっすら涙ぐむ母の姿を見て私は鳥肌が立った。母のこういう表情にどれだけ振り回されてきたことだろう。とにかく入って、お父さんが待ってるわよ。祖母に促され、
三人は祖父の待つリビングへと向かった。20畳ある広いリビングに入ると、母と姉は歓声を上げる。わあ、やっぱりタワマンから見る風景ってすごいわね。三人のために今日はリビングのカーテンを開け放しておいたのだ。55階から見える青い空と街の様子は本当に素晴らしい。父さん、久しぶり。さっき実家にいたら別の人が住んでたんだけど、家を売ってここを買ったってことなのか？祖父が不動産に投資していたことを父は本当に知らなかったようだ。祖父は父の質問には答えない。それで、今日は話があって来たんだろ？ああ、前に電話でも話したけど、会社の業績が悪くて給料が下がってるんだ。前みたいに援助をお願いできないかな。できれば月に10万。ダメなら5万でもいい。父は祖父に頼めばお金がもらえると思ってきたのだろう。祖父母はもう70歳を超えている。いつまで親のすねをかじるつもりなのか。祖父母が両親に私と姉の養育費を援助していたことは祖父から聞いていた。私に必要な治療やリフォームのことも考えて、毎月多めに渡していたそうだ。でも私のあざの治療は途中でやめてしまったし、リフォームも父が手すりを自分でつけてくれたり、滑り止めのマットを敷いてくれたくらいだ。父の収入がどれくらいだったのかはわからないが、三人はよく買い物に行ってたくさんの紙袋を抱えて帰ってきたし、外食や旅行にも出かけていた。大人になった今ならわかる。そんなことを続けていたら、お金なんていくらあっても足りなかったはずだ。私のせいで苦労していると言いながら、祖父母が私のために渡してくれたお金を、両親は好き勝手に使っていたのだ。姉は専門学校を卒業後、20歳で働き始めたので、5年前に祖父母は援助をやめてしまっていた。お願いします。今の夫の給料じゃ生活が苦しいんです。まだ3人で一緒に暮らしているので、せめてマリのために援助をお願いします。おじいちゃんお願い。美容師って忙しい割にはお給料が少ないの。家にお金を入れると自由に使える分なんて本当に少なくなっちゃうのよ。祖父は大きなため息をついた。電話でも言ったが、マリが成人した以上、もうお金は渡さない。その代わり、お前たちに老後の世話を頼むつもりはないから安心しろ。父は見るからにがっかりという表情をした。その姿を見て私は腹が立ってくる。どう考えても贅沢さえしなければ姉も働いているのだから生活はできるはずなのだ。マリー、お前には20歳になった時に新車購入の費用をお祝いに出してやっただろう。あれがお前にしてやれる最後の援助だ。祖父母は私だけではなく、姉にも専門学校の授業料や自動車学校の費用を出してやっていた。姉はこの8年間ですっかり両親と同じ祖父母のすねかじり人間になってしまったようだ。ほら、やっぱり頼んだって無理だったのよ。マリを一緒に連れてくれば助けてくれると思ったんだけどな。父さん、本当にダメなのか？ああ、無理だ。話が終わったんならもう帰ってくれ。祖父が立ち上がり、これで帰る流れになると思ったのだが、父は開き直ったのか驚くようなことを言い始めた。まあいいさ。父さんも母さんも70超えたし、あと数年もすればこの家は俺のものになるだろう。前の家ならすぐに売り払おうと思っていたけど、ここならしばらく住んでもいいな。私は祖父母を前に、そんなことを平気で言う父を軽蔑の眼差しで見つめた。昔、酒に酔った父が、うちの親父はお金持ちとよく言っていたことを思い出す。そして、いつも続けて、
そんな親父のもとに生まれた俺は特別な存在だと笑っていた。あれは親の自慢をしてるのだと思っていたが、本当は楽して贅沢な生活ができる俺と言っていたのだ。どこまでもがっかりさせられる。悪いけど、ここはお父さんのものにはならないよ。はあ？孫のお前が相続するってか？お前にそんな権利はないんだよ。もしも親父がそんな遺言書を作っても、俺が遺留分の請求をすれば止められるしな。父は酔っ払っていた時と同じような、ニヤニヤと顔の筋肉が緩んだ表情をしていた。しかし、父は忘れていることがある。祖父は私の顔を見ると小さく笑ってうなずいた。15歳で私を捨てた両親には言いたいことが山ほどある。どうして権利がないと思うの？私、おじいちゃんたちと養子縁組してるんだよ。お父さんと同じ実子の扱いになるの。父ははっとした顔をした。養子になったからこそ祖父母の子供として養育費も生活費も出してもらえて、両親はラッキーと喜んだのだ。だが、養子となった以上、私には父同様、祖父母の遺産を相続する権利がある。悪いけど、ここはすでに私名義の家なの。おじいちゃんから生前贈与してもらったのよ。養子になっていたから手続きもスムーズだったわ。そう、家族に捨てられたあの日、祖父がいずれ後悔すると言っていたのはこのことだった。不動産を相続するためには、私が18歳を超えなければならなかったのだ。嘘だろ？父の顔色が悪くなる。その時、話を聞いていた姉がすっとんきょうな声を上げた。ちょっと、私には車しかくれなかったのに、ミリにはたわま？おじいちゃん不公平よ。私も養子にしてよ。私は思わず笑いそうになった。確かに、車とタワマンじゃ不公平な感じがする。だからといって養子にしろとは。お前はミリと違って、ずっとお父さんとお母さんに大事に育ててもらってきただろう。俺が死んだら遺産をお父さんに分けてもらえばいい。お前にはきっと分けてくれるよ。祖父はそこで言葉を切ると、まっすぐに父の目を見つめた。でも、ミリには絶対に渡さないだろう。だから先に渡しておいたんだ。俺が育てた俺の娘に俺の財産を譲って何が悪い。祖父の鋭い眼光に父はすっかり言葉をなくしてしまったようだ。家を売ったお金で、俺はこれから母さんと2人で介護付きの高級マンションに入ろうと思ってる。それでもいくらかは残るんじゃないか。まあせいぜい俺たちが早くにくたばるのを待つんだな。そんな。祖父はそう言って豪快に笑った。しかし父のクズ発言はまだ終わらなかった。じゃあ父さんたちが出て行ったらミリの生活はここで俺たちが見るよ。そんな足じゃ働けないだろう。なあ、また家族4人で仲良く暮らそう。呆れて物が言えなくなる。家族の中に私を入れてくれたことなどなかったではないか。あの時、私はまだ子供で捨てられる側だったけれど、今回ははっきり私から言わせてもらう。私はあんたたちなんかいらない。私から親子の縁なんて切ってやるし、捨てさせてもらう。それに私、会社を経営してるからお金には困ってないし、一人暮らしできるくらいに生活も自立できてるの。嘘だろ？何にもできなかったミリが会社経営？もうすぐ月収が100万円を超えそうだぞ。青くなった父の横で母が目を潤ませているのを見て、私はまた鳥肌が立った。育児放棄をしていたくせに母親面して涙ぐむ神経がわからない。しかし、あのまま捨てられずにいたら、私は今も家の中に閉じ込められていたのかもしれない。捨ててくれてありがとう。おかげで自立することができたわ。でも、
捨てた相手を助ける義理はないから、二度と私の前に顔を見せないで。母はまた、傷ついたような顔をしてきたが、もう何も感じなかった。これで終わったとほっとしたところで、最後に姉が食らいついてきた。じゃあ、私をあんたの会社で雇ってよ。私ならいいでしょ？そしてここで一緒に住まわせて。ここまで来ると笑えてくる。そうね。じゃあ聞くけど、兄さんには何ができるの？パソコンは使える？アプリを作ったことは？ C# や JavaScript はわかる？5体満足なだけじゃ、うちの会社じゃただのお荷物になるんだけど。唇を噛み締めた姉とうなだれる両親を祖父が追い立てるように玄関に連れて行く。三人はやっと自分たちが見捨てられたのだと自覚したようだ。足の不自由な私を妖怪と言って捨てた両親は祖父の言う通り8年後には後悔する結果となった。玄関ドアが閉まった瞬間、祖父が言った。あいつらの後悔する顔、やっぱり楽しかったな。私と祖母は顔を見合わせて笑った。言いたいことが言えて、私の心にあった黒い闇はすっかり消えてしまったようだ。その後、しばらくしてから、父がリストラされたと祖父に電話があった。再度お金を無心されたようだが、祖父はバッサリ切り捨てたようだ。それからすぐに父は仕事を探したようだが、あの年で正社員になるのは難しそうだ。生活レベルを落としても、見た目を気にしたちょっとした買い物癖は治らず、とうとう母もパートに出ることになった。メンタルの弱さから、働いては辞めるを短期間で繰り返しているようではあるが、それでも3人の収入があれば、なんとか生きていけるだろう。時々、姉からは恨み節の電話がかかってくる。両親や祖父母に何かあった時のために、連絡先だけは交換しておいたのだ。子供の頃は私にずっと迷惑かけてたんだから、ちょっとは迷惑料でも送ってきなさいよ。お金がなくなると、いつもうさばらしにこういう文句を言ってくるのだ。だから私も毎度同じセリフで答えている。そうね。でももう受け取ってるでしょ。私がそばにいない生活を送れることが最大の幸せって言ってたじゃない。これを言うと姉はもうと怒って電話を切ってしまう。面白いがやはり面倒なのでそろそろ着去しようと思っている。祖父母はあれから1年ほどかけて納得のいく介護付きマンションを見つけて引っ越しをした。うちからはタクシーを使ってもさほど遠くない場所にあるのでよく遊びに来てくれるし、一緒に食事に行ったりもしている。絶望の淵から私を救い出してくれた祖父母には感謝しても足りない。私は今とても幸せだ。